雨の帰り道。仕事で付き合いのある飯見さんから聞いた話です。彼女の実家は田んぼに囲まれており、高校への通学路はそのほとんどが農道でした。舗装されていないところも多く、雨の日は大変でした。遠回りすれば舗装した道路もあるのですが、時間の貴重さには変えられません。ある日、部活動で遅くなり、家路を急いでいました。しとしとと嫌な雨が降っていて、薄暗く陰気な雰囲気でした。泥濘と水たまりだらけの農道を歩くのは気が進まなかったのですが、遠回りして余計に時間が遅くなるのも嫌だったので、農道を選びました。誰もいない農道を泥が跳ねないように水たまりを避けてうつむき加減に歩いていると、いつの間にか後ろからザクザクという足音が聞こえてきました。あれ、いつの間にと思いつつ、ちらりと傘越しに背後を伺うと、長い茶色のロングスカートに白いハイヒールだけが見えました。相手が女性ということで少し安心し、こんな足元の悪い道をハイヒールなんて気の毒だなと思いました。そのうち足音が近づいてきて、ほとんど真後ろを歩いているような形になったのです。あまり広い道ではありませんでしたが、追い抜くくらいの幅はあります。追い抜いていけばいいのに、傘が邪魔なのかなと思った飯見さんは少し端へ寄りましたが、相手の女性は斜め後ろを歩調を合わせたように歩いています。少し気味が悪くなり、思い切ってお先にどうぞと立ち止まろうとした時です。傘の陰からむーっと女性が飯見さんの顔を覗き込んできたのです。長い黒髪、真っ白な顔、細くつり上がった目に真っ赤な口紅。その顔は全くの無表情だったと言います。飯見さんは悲鳴を上げて傘を取り落としながら後ろへ飛びのきました。しかし次の瞬間には女性の姿はどこにもありませんでした。振り返ると、ぬかるんだ農道には飯見さんの足跡しかついていません。飯見さんはそれから帰りが遅くなったり、雨が降っている時は農道を使わずに遠回りするようになったといいます。今もあの女の人の顔が忘れられないんですよね。まるでマネキンみたいでした。飯見さんは寒そうに肩をすぼめてそう言いました。バス停の男の子。私は中学生の頃、全校生徒100人にも満たない田舎に住んでいました。あれは珍しく土砂降りの日のことで、舗装されていない砂利だらけの土の道を泥を跳ね上げながら走っていました。私が登下校に利用しているバスはおよそ1時間に1本通るか通らないかの頻度で、私は今帰宅するために学校を飛び出し、雨の中を走り抜けバス停へと向かっているのです。ほとんど板張りの骨組みと壁、そしてトタンなのか判別できない土色の屋根。錆びついた3人掛けのベンチが一脚置いてあるだけの廃れた小屋のような建物の前に、年季の入った時刻表を携えた標識が構えています。私はそんなガラクタのようなバス停に駆け込みました。雨天の予報はなかったのにと悪態づきながら濡れたスカートを絞り、ハンカチで雨粒を拭き取っていると、ベンチの脇、
建物内のちょうど隅のところに随分と生気を感じさせない男の子が佇んでいることに気づき、思わず「わっ」と肩を跳ねさせました。ちょっと失礼な反応をしてしまったので「君も雨宿り？急に雨が降ってきて参るね」なんて世間話をするも、男の子はうつむいたままうなずくだけです。きっと人見知りなのだろうと思い、私は気にしないように衣服の水を拭き取り、雨粒のカーテン越しに時刻表を見ます。この小屋の中には誰かが管理しているだろうシンプルな壁掛け時計が設置されていて、次のバスがおよそ50分後に来ることが分かり、落胆のため息が漏れました。あまりに長すぎる。当時はスマホや携帯ゲーム機なんてなかったので、私はベンチの端に座り、とりあえず宿題をこなすことに決めました。だ、絶え間なく続く雨音の中に、トタン屋根からこぼれるひときわ大きな雨音が定期的に弾けるたびに、私は少し不思議な気分になりました。見渡せば地平線の先に民家が見える程度には生活感があり、何十分に一度には自動車が泥を巻き上げながら通過していく程度には人気があります。にもかかわらず、私はどこか異世界に迷い込んだ疎外感と未知の高揚感に似た感覚を同時に咲かせていたのです。台風が上陸した夜中のテンション、それに近いでしょうか。少しだけ鼻歌混じりに宿題の問題を解いていると、ふと視線を感じて顔を上げました。わあ！そこにはついさっきまで隅にいたであろう男の子が、私の手が届く距離で佇んでいたのです。よくよく見れば、いくら田舎暮らしであろうとラフすぎる、刺繍や装飾のない白地のランニングシャツ。薄い色の少しダボっとした短パン。そして、今時珍しい学生帽を目深にかぶり、視線を遮断しているように感じました。さらに注視してみれば、随分と泥まみれというか、全体的に薄汚れた格好をしていて、下駄を履いていました。いくらなんでも、下駄はないだろうと思いながらも、私は微動だにしない男の子の学生帽のつばの下から、覗き込むように上半身をかがめ、どんな顔をしているのかと内心好奇心に期待を弾ませ、覗き見ようとします。お姉ちゃん、バス来たよ。あ、ほんとだ。もう少しで男の子の目が見えるという瞬間に、小説を棒読みで朗読するように、男の子が言葉を発すると、だらりとぶら下がった左手で傍らを指さしました。雨粒を弾く鉄の乗り物が、我が物顔で泥を押しのけ近づいてくるのが見え、私は男の子に小さくお礼を述べた後、散らかした荷物を片付け始めます。時計へ目を向ければ、すでに40分近く経過していたようで、進捗状況は悪いものの、いつの間にやらそんなに時間が経っていたことに驚きを隠せませんでした。バスが停車し、私は乗降口から乗り込み、すぐ脇の座席へ座ったのですが、男の子は乗車せずにただ立ちすくんだまま再びうつむいていました。君は乗らないの？男の子はうつむいたまま相槌を打ちます。次のバス、きっと1時間後だよ。男の子はただ相槌を返してくるだけです。不思議には思ったものの、本人が乗らないというのならどうしようもないので、運転手の男性に、大丈夫です、と声をかけると、乗降口のドアが勢いよく音を立て閉じていき、私は男の子が気になり窓からバス停を見下ろします。
私はドキッとした。今まで下を向いていた男の子が顔を上げようとしているのです。学生帽の下から徐々に解禁されていく顔のパーツに私は生唾を飲みます。小さな鼻を過ぎた鼻肺のあたりから何やら痛々しい傷跡が露見し始め、煮え切った魚のように真っ白な両目が私と見つめ合いました。その傷跡はやけどのようで、メロンの表面のように複雑な凹凸を刻み込んでいたのです。唖然とする私と見つめ合う男の子はやがて口元をほころばせ、ひどく黄ばみボロボロに抜け落ちた歯を見せました。私の背が低いのか、それとも窓が高いのか、私の視界からはちょうど男の子の首から上が見えていて、ひときわその印象的な素顔に凄みを見せたのかもしれません。いくら驚いたとはいえ、あまり人の顔を見て顔をしかめるのも悪いと思い、私は頑張って真顔を取り繕うと男の子へ愛想笑いを送りました。するとバスが発進したので、ここで男の子ともお別れだと思い、内心ほっと肩をなで下ろすのですが、ふと気づけば男の子の顔がいつまで経っても窓越しから離れないことに気づきました。バスに引き離されることなく、ただ私と一定の距離感にあり続ける男の子の顔。まさか走って追いかけているのかなんて思い、腰を上げて路面を覗けば男の子の体がありません。そう、男の子は生首状態で私の真横を一定速度で並走していたのです。目の前の男の子が異形の存在だと知ると、途端に恐怖心が芽生え、腰が引けたように動かなくなり、私は唖然と口を開いたまま、いつまでも並走する男の子を眺めるほかできませんでした。そしてしばらく並走した後、男の子が大きく開口したかと思えば、真っ黒な口の中から小さな白い子供の顔が覗き、私に向かって何か告げるのです。もはや何が起きているのか理解できず、ただただ早く男の子が消えてくれることを祈り、私は目を閉じて必死に祈り続けました。ダン。しかし、大きな音にびっくりして目を開ければ、窓に大きく張り付いた男の子と、大きく開口した中から覗く別の子供の顔が窓ガラスに押し付けられていて、私は盛大に悲鳴を上げてしまいました。キャー。私の悲鳴にびっくりした運転手が若干ハンドル操作を狂わせたのか、少しだけ車体がぐらりと迂回するもののすぐ直進し直し、どうかしましたかとバックミラーを確認しながら声をかけてくれます。運転手の存在が私に冷静さを取り戻させてくれたのか、少しだけ安心し、再び窓を見てみれば何もいないことに戸惑い心揺るびしました。なんでもないです。すみません。私がそう言うと、運転手は少し苦笑しながら、まあ、退屈ですから眠くなりますよね。などと、私が居眠りして怖い夢でも見たのだろうと勘違いしていました。ただ、私もどう説明していいものかと思っていたので、恥ずかしそうにもう一度、すみません、と謝るだけにとどめ、何もいない窓をただ見つめることしかできませんでした。その晩、私は風呂上がりにバス停で体験したことを父に話しました。最初は白チュームだろうと笑って聞いていた父でしたが、次第に神妙な顔つきになり、ポンと思い出したかのように人差し指を立ててこう言いました。そういえば親父から聞いたことあるんだけど、あのバス停が建つ一帯で空襲があったそうだ。その時何人か子供が犠牲になったって聞いたから、
もしかしたら本当にそのお化けだったりしてな。ははは。父はお化けがいたら会ってみたいというようなお気楽な性格なので、楽しそうに語らっていました。父に言われて思い返せば、確かにあの男の子の格好は学生帽からして戦時中の学生だったのかもしれません。ただ私が見た男の子がそのお化けだとしてバスに並走したり、口の中から他の子供の顔が覗いてきたり、挙句何かを口ずさんでいたのは何だったのでしょう。その男の子のいたずらでただ私を驚かしただけだといいのですが、何か重要なことを伝えようとしていたとすれば、窓ガラスを叩きつけてきた様子からあまり好ましいものではなさそうです。その日以来、あのバス停を活用する際はなるべく一人で近寄らず、友達と訪れるように心がけています。土砂降りの時はトラウマがよみがえるので、母に連絡して車で迎えに来てもらうか、最悪歩いて一本先にあるバス停へ向かいました。なので中学を卒業するまで男の子と遭遇することはなかったし、卒業後は近寄ることさえなかったので、私の体験はそれ以上進展がありません。これからの人生、あの男の子に遭遇しないようただ願うばかりです。ヒッチハイクの女性。これはちょうど1年前に私が長野県へ渓流釣りに行った時の話です。車を駐車場に止めて沢を登りながら源流を目指してたくさんのヤマメを釣りました。時計を見るとちょうど16時です。暗くなる前に車へ戻らなければ遭難する恐れもあるので、急いで道具を片付けてきた道を戻りました。途中妙な視線を感じたので、熊でも出たかと思い振り返ったのですが何もいません。気のせいかと思って歩き始めると、目の前に大きな木が立っていました。来る時には全く気づかなかったのですが、劣化した太いロープがくくりつけてあります。とっさに首吊り自殺をした人がいると想像してしまい、怖くなってしまいました。駆け足で下山して駐車場に戻ると、常連でいつも声をかけてくれる地元の釣り人と会いました。60歳くらいの方で、ヤマメをお裾分けして釣り談義に花を咲かせます。そろそろ話を切り上げようとした時です。そういえば先日綺麗なお姉さんが首をつって亡くなったんだよ。先ほど見た木にかかったロープの姿を鮮明に思い出してしまいました。ここから高速道路までは30分の山道です。夏とはいえ木々がうっそうとしているので薄暗く、怖くなってきたので急いで下山することにしました。車を軽快に走らせてワインディングを抜けていきます。ワンボックスカーですが、スポーツ走行も得意としているので気持ちよくドライブできます。10分ほど走った時のことです。目の前に若い女性が歩いている姿が目に入りました。大きなリュックサックを背負っているのですが、どう見ても登山者には見えません。しかし最近はインスタ映えを狙って写真を撮りに来る女性も多いので、特に不自然さを感じませんでした。車で追い抜いてミラー越しに顔を確認したら、20代の綺麗な女性でした。そのまま車を走らせていると、フロントガラスに雨粒が落ちてきたのです。先が見えなくなるほどの夕立に襲われてしまいました。夏とはいえ長野の山奥は気温が低く、雨に打たれると風邪をひきます。
先ほどの女性が気になったので、車で引き返すとバス停の陰に座り込んでいました。ここは駅からバスが通っているのですが、本数が少ないです。ましてやこんなずぶ濡れでバスに乗るのは気が引けるはずです。車を止めて話しかけると安心した表情を見せてくれました。足もちゃんとあるし、幽霊ではありません。雨に打たれたせいか血色が悪い顔をしています。このまま放置するわけにはいかないので、駅まで送ることにしました。後部座席に乗せて車を走らせます。話しかけても下を向いてうなずくだけで声を発しません。少し気味が悪い感じがしたので、急いで駅のロータリーで降ろしてあげました。ミラーで確認すると女性の姿が消えていました。おそらく駅の改札へ向かったのでしょう。途中パーキングエリアで休憩をした時にふと後部座席が気になったのでドアを開けて覗き込むとびっしょり濡れています。手持ちの新聞をたっぷり敷いて窓を少し開けて乾かしながら帰ることにしました。2時間ほどして自宅に着いたので釣り道具を下ろします。そして後部座席をチェックするとまだびっしょり濡れています。あれだけ風を当てていたのに全く乾いていないということはありえません。ドライヤーを持ち込んで熱風をかけても全く乾かないのです。それどころかシートから水が湧き出るように出てくるのです。あれは間違いなく幽霊だったと女性を乗せたことを後悔しました。友人に急いで電話をしたのですが、笑って話を信じてくれません。明日会社の帰りに寄ってやるよと冷たい一言を吐き捨てて切られてしまいました。とりあえずシャワーを浴びたのですが、水の音を聞くだけで恐怖を感じます。髪を洗って目を開けた瞬間、目の前にあの女性が立っていたのです。青白い顔を上げてにっこり微笑んだのです。これはほんの一瞬の出来事で瞬きするほどの時間でした。大声を出そうとした瞬間には女性の姿が消えていたのです。いろんなことを想像しすぎて疲れていると自分に言い聞かせて夕食も食べずにベッドへ入りました。1時間ほど眠ったのでしょうか。蒸し暑さを感じて目が覚めるとびっしょり汗をかいていました。スマホの明かりでなんとかエアコンのスイッチを入れた時のことです。風と一緒にミストのような水滴が飛んできたのです。慌てて電気をつけようとベッドのスイッチに手を伸ばすとびっしょり濡れていたのです。頭の中は完全にパニック状態です。あの時声をかけてくれてありがとう。声ではなく頭の中に直接ささやくような女性の声を感じました。顔を上げるとあの時車に乗せた女性が目の前に立っていたのです。ゆっくりと手を差し伸べてきたので怖くなって枕を投げつけました。すると透明人間のように枕が女性の体をすり抜けたのです。どうして良いのかわからなくなり身動きが取れません。女性は一歩も動くことなくただ手を差し伸べています。顔を見ると青白い顔をしているのですが、幽霊とは思えない優しい表情をしていました。私に恨みがあって現れたのではないと確信しました。何があったの？恐る恐る聞いてみると、
女性がゆっくりと話し出したのです。私は自殺したのではありません。彼氏に殺されました。優しいあなたなら分かってくれますよね。そう言うとすっと消えていったのです。急いで電気をつけると女性の姿はなく、スイッチも完全に乾いていました。あの女性は私に殺されたことを伝えたかったに違いないと確信しました。床を見るとそこには見たこともない鍵が落ちていました。車のナンバープレートが記されたキーホルダーがついています。急いで警察に電話をしたのですが、全く話を信じてくれません。連絡先だけを聞かれて電話を切られてしまいました。この鍵は絶対になくしてはいけないと引き出しにしまっておくことにしました。1週間ほど経った休みの日のことです。インターホンが鳴ったので出てみると、スーツ姿の男性が2人立っていました。長野県警の者ですが、話を聞かせてもらえませんか。私はあのロープを見たことや、女性をヒッチハイクしたこと、そして部屋に幽霊が現れたことなど全てを正直に話しました。そしてあの鍵の話もして証拠品として警察に預けることにしたのです。その後は何もない時間を過ごしていたのですが、どうしても気になってあのロープがあった場所に花を持っていくことにしたのです。手を合わせて線香をあげて警察に報告したことを伝えました。すると耳元で「ありがとう」と女性の声がしたのです。辺りを見渡しても女性の姿はありません。人助けをした気分で自宅に戻りテレビをつけました。すると長野県で女性を殺害した24歳の男性が逮捕されたというニュースが目に飛び込んできたのです。男性が女性を乗せて殺害した後、車を山中に隠していたのですが、警察が車の鍵を使って中に乗り込み、女性の指紋を取って男性に供述させたようです。その後、私はあの女性に会っていません。しかし、月に一度は釣りに行って花束と線香を添えています。私が代わりに女性の無念を晴らしてあげることができたのは、今でも誇りに思っています。